どうも、ベトナム在住のキキです。今回ね、この視聴者さんのスーパーカブガソリンタンクのね、錆び取りをクエン酸とね、高圧洗浄機使ってやっていきたいと思います。これね、ベトナムのコピー部品のね、ガソリンメーターがついてて、もう溶けてね、とんでもないことになってるんですけども、まあそれよりね、中に部品が落ちてるんで、まずはその回収かな。取れる？ね、取れました。それでこれはね、溶けちゃってね、中に落ち込んでるんですよ。まああとは洗いながら出す。うわー、下にこびりついてるな。届かないし、ドライバーでも無理。あ、動いた動いた。こんなことになってました。まずもう一回中の状態撮影しようかな。前回使ったライトがね、明るすぎてうまく撮れなかったんだけども、これならうまくいくんじゃないかな。ね、うわうわうわ、すごいことになってますよ。で、反対側だ。こっちもひどいね。まあこれね、中すごい抹茶色になってるんだけども、深い錆はないと思うんですよ。それでね、あれだけ汚れがあるとクエン酸じゃね、錆に届かない気がするんで、まず一回高圧洗浄機で洗浄しちゃいます。とりあえずね、中の粉をこんな感じで映ってんのかな、取り出しました。それとね、すごいですね、もうさっきのガソリンメーター、プラスチックが溶けちゃってね、こんなことになってます。だからね、この偽物の、メーターは使っちゃダメですね。使っちゃダメですねと言いながら、ちょっとクエン酸入れる時の蓋にね、こいつのもう一個持ってるやつをね、使いたいんだが、パッキン、うわー、こいつ取れんのか。パッキンもダメだよね。どうしようかな。完全にくっついてるか。諦めるか。いや、コピー部品のね、新品は持ってるんで、それ使えばいいんだけども、純正部品持ってないんでね、そのコピー部品のゴムだけはね、今回使おうと思ってて、車体組んだ後にね、まあまあちょっとここはコピー部品つけよう。中の状態だけ見とこうかな。錆びの粉は取ったけどね、別に錆が取れてるわけはなく、ライトを1、これか、こんな感じですね。まあまあ深い錆はね、ないような気がします。反対側もこんな感じですね。こっちはちょっと錆も取れたのかな。まあまあこれならクエン酸でね、やっていけると思います。ここね、蓋していきましょう。前にね、白くなって使えなくなったコピーメーターですね。でパッキンは新しいの使うけん。
ね、新品なら柔らかいんで、何度も黒いようだけどね、これ元はねこうやってちゃんと透明で、それがねすぐに白くなるのは知ってたんですよ。で白くなった後割れちゃうのも知ってたんですけども、これは割れた後溶けてますね。まあまあこいつは使っちゃいけません、使っちゃいけませんって言いながらここに使おうとしてるけど、まあ今はねクエン酸で錆取りする時の蓋なんでね。あ、ちなみにこれも紹介しとこうかな。コピー部品に入ってるやつをねこれつけようとするとね、そうだよね、ネジのこの穴の位置が合わないんでね、こいつは持ち主さんも分かってたのか新品つけてますね。今持ち主さんが分かってたのかって言ったのは、これ持ち主さんがね入手した時は本物がついてたらしいんですよ。ただもう中の部品がなくなっててダメになってて、でそれで付け替えたら今回みたいになってしまったと。どれぐらいの期間かはわからないですけどね。さあ、そんじゃあ下側を塞ぎましょう。これはオンとリザーブがあるんでね、この2つをつないじゃえばいいんだ。クエン酸をねお湯で溶かします。温水器からお湯取ってきました。ここにねクエン酸 200g って書いてあるけど、半分ぐらい入れればいけるんじゃないのかな。 100g 目分量で半分。この状態でね1日明日まで置いておきます。これね1日経ったんで中身出してね高圧洗浄機で洗ってみたいと思います。洗浄していきます。一旦エアガンでね水吹き飛ばします。本来ねこれで中和すべきなんですけど、前にねスーパーカブの、ガソリンタンクで中和してる間に錆びちゃって、でその時はもう一回クエン酸で、錆び取りをしてそのまんまね使ってるんですよ。そのまんまというか、アルコールで中を洗ったんですね。でちょっとね人ので実験するのもあれなんだけども、今回も中和なしでねちょっとアルコールで洗っていきたいと思います。
もう一回エアガンでね吹き飛ばします。アルコール大丈夫だと思うんだけども、ドライヤー怖いんでね、布入れてもうちょっとエアガン頑張ります。これね、動画止めた後も中のウエス入れ替えて、さらに乾かしてました。もう大丈夫だと思うんですよね。で、中和しないってことはね、なんかネットで検索すると水素脆弱、なんか金属が脆くなるとかね、いろいろな問題もあるらしいんだけども、まあクエン酸だから大丈夫だと思うんですよね。で、まあ何より中を見ていきましょう。なんかね、いい感じだと思います。ちょっとカメラ移動。こんな感じでね、錆が取れました。ちょっと茶色いのはあるのかな。で、反対側、こっち側ね、こっち側もまあまあ少し茶色いのはあるんだけども、いい感じだと思います。これね、コピー品のガソリンメーターは危ないことがよく分かったんでね、新品も持ってるんですけど使いません。今回使うのはね、前に革命株から外した純正の、電池式のメーターガソリンメーターセンサーになるのかな。こいつ壊れてるんですけどね、これ入れとけばとりあえず溶けることはないんでいけると思います。捨てないでよかったね。このガソリンタンクね、ちょっとすぐに使わないんで、ガソリンにツーストオイルですね。ちょっとツーストオイル入れて、中をねオイルを行き渡らしておきたいんですよ。大体でいいのかな。これでね、ちょっと振っておこう。錆防止。シューっていってるね。いや、実はね、これ何かっていうと、中の配線、まあ映んないか、ギボシ端子がなくってくるくるっと巻いてあったりとかね、ちょっと変なものを発見してしまったんで、ここら辺はね動画にしないんですけども、ちょっときれいにしておきたいんですよ。こっちもね、なぜかCDI のところの配線がやっぱり一度切ってくるくるって巻いてありました。まあまあでも配線もねそんなにむちゃくちゃな状態じゃないんで、今日はとりあえずここまでですね。次回ちょっとね、フロントハンドル周りとかいろいろね見ていきたいと思います。じゃあね、今日はここまでです。それではまた。